カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンハセヨ。風花です。今日お届けする曲はイ・ハイさんのハンスン、ため息という曲です。この曲も歌詞が素晴らしくて、本当に優しく心にそっと寄り添ってくれる曲です。まず前半イ・ハイさんを紹介して、後半は歌詞紹介からの歌をお届けしていきますね。イ・ハイさんはおすすめのオーディションを紹介する回で少し触れたかもしれないんですけれども、 K-POP スターというオーディションの第1回目の準優勝者です。1996年生まれの25歳。若いですね。まだ25歳なんだ、ハイちゃんねえ。そして K-POP スターというのは、韓国歌謡界の三大音楽事務所から代表者が審査員となっていて、優勝した人は自分が希望する会社からデビューできるという、コンセプトのオーディション番組でしたが、この審査員をされていたのが JYP エンターテイメントの JYP ことパク・ジニョンさん、 YG エンターテイメントのヤンサといってヤンヒョンソクさんですね。それから SM エンターテイメントからボアさんが、審査員として登場しておりました。この時の優勝者、第1回目の優勝者というのはパク・ジミンさんという方で、イ・ハイさんは準優勝だったんですが、このお二人はね、かなりの接戦だったんですよ。ほんとどちらが勝ってもおかしくなかったですね。で、このオーディションの頃、イ・ハイさんは確かね16歳か17歳かそれぐらいでね、高校生だったんですね。で、見た目は小柄で本当可愛い女の子なんですけれども、歌い始めると結構ね、低音がしっかり響くハスキーボイスで、とっても個性的でソウルフルな歌声を見せるんですよ。リズム感も表現力も10代とは思えなかったです。いや、本当にこの人は天才だなと思ってね、オーディションの画像をよく見ておりました。そしてこのオーディションの時の歌唱映像がまとまってる動画っていうのが YouTube に上がってますので、これをね概要欄に貼っておきますね。で、まだプロになる前のハイちゃんなんで、ちょっとね、垢抜けないというか、ビジュアルは本当に普通の高校生っていう感じの子が歌い始めた時に、審査員たちがこりゃとんでもない逸材が来たなっていう表情がねガラッと変わるんですよ。それがとっても印象的ですので、ぜひご覧になってみてください。最近の傾向としてですね、なんかやたらと高い声が評価されるっていう風潮があるように感じてるんですね。これは韓国だけじゃなくて、日本でも男女ともやたら高い声のアーティストが評価されがちっていう風潮が、ここ10年ぐらいあるような気がしていて、確かにね、高い声出せるっていうのはすごい能力なんですけれども、歌の魅力って高音だけではないと私は思うんですね。なのでこのイ・ハイさんのように中低音域に魅力のある歌手っていうのがオーディションで高評価を得たっていうのが、この K-POP スターね、個人的にはとても嬉しかったです。そして K-POP スターでの準優勝からイ・ハイさんは2012年に YG エンターテイメントと契約してデビューします。オーディションですでに知名度があり、デビュー早々ヒットを記録するんですね。で、最初ジャンルはもう R&B で、曲によってはね、もうラップもこなしたりとかされていました。そして今回カバーしたハンスン、ため息という曲は2016年に発売された2枚目のアルバムのタイトルトラックです。この曲はバラード曲なんですけれども、イ・ハイさんは結構 R&B とかダンスミュージックとか、そういったノリがいい感じのリズム感たっぷりの曲を歌ってらっしゃるので、結構珍しい感じのバラード曲ですね。イ・ハイさんが誰かの慰めになるような歌を歌ってみたいということで、シャイニーのジョンヒョンさんが作詞作曲をされた曲です。
私はこの曲を最初に聞いた時、イハイさんの高音域がめちゃくちゃ洗練されてることにね、衝撃を受けました。オーディションの時から多分5年ぐらい経ってると思うんですけど、このハンスムという曲が出た時までですね。で、オーディションの時は結構高音域を地声から張り上げる感じでバーンと力強く出されていたんですけれども、この5年間のトレーニングでこんな息混じりの裏声寄りの優しい高音を出せるようになったんだなというね、イハイさんの歌唱技術がさらに進化していることに一番驚きましたね。そしてこの曲は本当に歌詞が素晴らしい曲です。この曲を作詞作曲されたシャイニーのジョンヒョンさんは残念ながらこの曲を発表した翌年2017年にお亡くなりになってしまったんですね。お亡くなりになった時27歳でいらっしゃいました。で、27クラブなんて言ったりするんですけれども、27歳でこの世を去ってしまった天才ミュージシャンって結構複数いらっしゃって、例えばジミー・ヘンドリックスさん、カート・コバーンさん、エイミー・ワインハウスさんなどですね、皆さん結構27歳でこの世を去ってしまったということです。これは別に科学的な根拠があるわけではないんですけれども、最近よくね、仲間内で飲む仲間みたいなのと話していたことがあって、なんか30歳まで生きれたらその後流れで生きれるよねっていう話をしてたんですよね。で、これは私の場合なんで、もちろん30歳過ぎてからも辛い人はいると思うんですけど、自分の場合は30歳を超えてからだんだんと人生が生きやすくなっていったので、今生きづらさを感じている若い人たちがもしこの番組を聞いてくれていたら、なんとなく30歳までとりあえず生きてみてほしいなと思っております。では後半、この今日歌う曲ハンスンため息という曲の歌詞紹介に入っていきますっていうね、本当に優しい歌詞ですよね。このヘアリルスが있을까요、ヘアリだっていうのは察するとかね、推し量るっていう意味がね、あるみたいです。悩みや辛さっていうのは人それぞれで主観的なものですから、誰かと比べられるものじゃないんですよね。そして誰かが痛いと感じているその痛みを正確に自分の痛みとして把握するっていうこともできないわけですよ。なんでこの曲はその辛い人を頑張れ頑張れって励ますよりも、その痛みを正確に把握することはできないけれども、私は一緒に寄り添うよ、あなたを抱きしめるよというような歌詞になっているんですね。もうジョンヒョンさんは本当に優しい人だったんだろうなとね、この歌詞を聞くと思いますよね。これが書ける才能と繊細な感性で生きていたら、世界はジョンヒョンさんにとってあまりにも痛いことが多かったんだろうなと想像します。では曲を聴いてみてください。イハイさんのハンスンため息を歌いました。はい、いかがでしたでしょうか。この曲はね、最初がすごく低くて、サビはドーンって結構高いんですよね。で、音域も広いですし、2オクターブぐらいありますね。で、サビで一気に喉をガーって持ち上げる感じになるんで、結構切り替えが大変で難しい曲でございました。私はよくね、電車を利用するんですけれども、特にこのコロナ禍になってから人身事故でダイヤが乱れるっていうことが時々あります。駅に行って電車が大幅に遅れていると、もう遅れてしまうみたいな約束に遅れそうになって焦るんですけれども、その一方で誰かの耐え難いほど辛かった時間が終わったことに小さく安堵します。残された家族や友人の方を思うと本当に胸が痛いんですけれども、この曲の最後の歌詞、정말 수고했어요、本当にお疲れ様でしたと
心の中で手を合わせることが多いですね。私は山下達郎さんの名言の一つ、ポップカルチャーの本質は詰まるところ生きることの肯定だというこの言葉がとても好きで、この言葉を聞いた時に自分の中にあったなぜ私は音楽をやりたいんだろうかというね、根源的な問いに対する答えとしてこの山下達郎さんの言葉がすっと腑に落ちたんですね。そうだ、生きることを肯定したいから私は音楽をやりたいんだと思いました。それが自分が今医師と音楽という二足のわらじを履いていたい理由であり、医療と音楽に共通する部分なんだろうと思っております。生きているとどうしようもないことってありますよね。そんな時には今週紹介した優しい歌たちを思い出してみてください。音楽はそっとあなたの心に寄り添ってくれます。今日また同じ時間に YouTube に歌唱動画が上がります。YouTube の方は韓国語歌詞の下に日本語訳を表示するよう編集しておりますので、歌詞を見ながら聞いてみたい方はぜひこちらもよろしくお願いします。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。特にリクエストを今募集中でございます。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。